どうも皆さんこんにちは。繁盛株式会社の木野です。本日はアフターエフェクトについてです。動画編集を始めたばかりの方はプレミアを使った方がいいのか、アフターエフェクトを使った方がいいのか悩んだことがある方もいるんではないでしょうか。今回はアフターエフェクトならではの知識をご紹介させていただきたいと思います。ではまず新規プロジェクトを作成し、新規コンポジションを作成しましょう。名前は何でも良いのですが 3D ロゴとしておきましょう。基本の設定はデフォルトの状態のままで問題ないのですが、 3D レンダラーの中のレンダラーの設定は必ずシネマ 4D にしましょう。 3D の表現を行うための設定です。設定が済んだら OK をクリックします。ではまず上部のメニューから文字ツールを選択し 3D ロゴですと書きましょう。アンカーポイントツールに切り替えて、アンカーポイントをテキストの中央に移動させて整列を行います。では次に 3D レイヤーにチェックを入れて、横向きの矢印をクリックし形状オプションを開きます。ベベルのスタイルを凸型、ベベルの深さを5、押し出す深さを200で設定してみましょう。次にレイヤーからライトを作成します。ライトの種類はスポットを選択します。では画面上に出てきたライトを左クリックで掴んで少し右上に調整しましょう。同じ流れで今度は色の違うライトを作成します。こちらは少し左下に調整しましょう。では次にカメラの作成を行います。設定はデフォルトのままで大丈夫です。ではカメラのトランスフォームを開いておきましょう。そしてドラフト 3D をクリックします。オプションもしくはオルトキーを押しながら左クリックで画面を掴んで角度を動かしましょう。そしてカメラの目標点と位置のタイマーアイコンを押してキーフレームを設定します。では時間を4秒後に移動して再度カメラを動かしましょう。左クリックではなく中ホイールで掴むと角度ではなくスライドした移動も行えます。ではスペースキーを押して再生しましょう。これで 3D ロゴの完成です。動画の中で説明した形状オプションやライト、カメラの設定などいろいろ調整することで多彩な表現を行うことが可能です。アフターエフェクトはハードルが高いかもと感じている方はぜひ一度試してみてください。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは弊社で制作した映像や仕事の様子を撮影した動画、コンテンツ制作に役立つ知識などをご紹介していきます。もし取り上げてほしいツールや機能などがあればぜひコメントお願いいたします。またチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。